はようございます。たかしです。本日は11月29日水曜日、ただいま9時23分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですので、使い勝手のいい方をご利用ください。詳細は動画の最後にお話しします。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきましょう。現在ポンド円はダブルトップからの下落になってきております。ただし基本的にはこの GMMA の向きを見ていただいてもわかりますが、上昇トレンド中なんですね。この黄色丸を見ていただければ、高値を更新、安値を切り上げてきておりますので、大きくは上昇トレンド中、そしてその中で直近を見ていただきますと、GMMA の傾きは上向き、そして GMMA に接触して上昇というところで、直近も高値を更新してきておりますので、上昇トレンド、その中で現在は調整の下落中というところですね。現在地っていうのはちょうど過去の高値、この黄色丸の高値の187円付近というところまで下落してきましたので、一旦この付近っていうのは反発しそうなところですね。ただストキャスティクスは直近高値圏からの下落中ですので、まだこのままストキャスティクスを見ていると、ここ現在の水平線で反発して上昇するというよりは、もうちょっと下落していく GMMA の青帯付近まで下落していくんじゃないかと考えられます。もし GMMA の青帯まで下落すると186円とか185円台ぐらいまでの下落を見込めますので、その辺までの下落を見ておきたい。ただし本日は一旦反発しやすいところにもありますので、その辺も注意ですね。では4時間足です。4時間足の GMMA も上向き。昨日はこの GMMA 付近で、動きにくい、そういう相場でしたね。上がったり下がったりというところでしたよね。なので、一旦 GMMA にぶつかると、ここは反発しやすくなります。過去の動きを見ていただいてもそうですが、GMMA にぶつかったらそこから反発上昇しやすいんですね。昨日もそれで反発上昇したんですが、結果的にはまた戻されて、今は GMMA を下抜けるのかどうかっていうところですね。ただ先ほど言いました日足に引いてあった白の水平線っていうのが意識されてますので、一旦はここで反発しそうですので、一旦反発後の次の下落の流れを見ておくといいかもしれません。もちろん日足も4時間足も現在上昇トレンド中ですので、ここから最高値の 188.5 付近を目指して再び上昇していくということも考えられます。ストキャスティクスも安値圏にありますので、ここから上昇してもおかしくないというふうにも見えるんですが、日足のストキャスティクスがまだ下げる余地がありますので、おそらく GMMA を下抜けてくるだろうというふうには考えております。GMMA現在一応上向きなんですが、直近で言いますと昨日、一昨日あたりからもう横ばいになってきてますよね。なので大きくはレンジを想定しておくといいと思います。レンジ上限が直近の高値、そしてレンジ下限がこのオレンジの水平線付近ですね。185円から184円というところ、このあたりを意識しておく。ですので今はまだ上限付近にありますので、ここからまだ下落する余地はあるとは思ってますが、ストキャスティクスは安値圏にありますので、反発しやすい試合にはあることはお忘れのないようにお願いします。では1時間足です。1時間足では綺麗に下落トレンドを描いておりますね。この直近最高値の 188.6 付近から下落トレンド、高値を切り下げ、安値を更新してきております。本日も先ほど安値を更新してきましたね。これで下落トレンド継続になります。ただ1時間足もそうですが、ストキャスティクス安値圏、先ほど4時間足も安値圏にありましたよね。ですので一旦の反発上昇後の次の下落の流れ、イメージとしては一旦上昇後の次の下落の流れっていうところを見ておくといいと思います。もちろんこのままどんどん下落していくっていうことも考えられますが、基本的にストキャスティクスが安値圏にある時のショートエントリーは危険ですので、当然調整の上昇、どのくらいの幅の調整の上昇するかは分かりません。しかも現在は4時間足のストキャスティクスも安値圏にあるので、4時間足単位での調整をするのであれば 188.5 付近まで上昇してもおかしくありませんので、その辺は注意ですね。基本的には上がったところを売っていく戻り売りというのをしていくのが安全ですし、どんどん下がっている時、このまま戻しをつけずにどんどん本日下落してきた場合は、次戻しをつけるタイミングまで待つのがいいです。では次はドル円を見ていきましょう。まずは日足からですね。日足はオレンジの平行チャンネルを引いております。その中での推移という話をしておりました。でちょうどですね、現在は結構下落してきましたね。オレンジの平行チャンネルぐらいまでもう下がってきましたので、もうちょっと下落余地はあるのかなと思ってます。ストキャスティクスをもうちょっと下げ余地がありますよね。ですのでもう少し下げ
そうですけれども、そろそろ下限に来てますので、次は反発の上昇を一旦待ちたいところですね。この辺はポンド円も同じですね。基本的には GMMA の青帯の下に入ってきてますので、上昇したところはまた売られやすくなってくるとは思いますが、とはいえ今は平行チャンネルの下限にありますので、ここからの大きめの反発には注意が必要です。では4時間足です。4時間足では直近ダブルボトムが意識されるところまで下がってきましたね。直近安値付近。本日今下落中ですので、ここを下抜けるのかっていうところですが、下抜ければすぐに先ほど日足で言っていた平行チャンネルの下限がありますので、その辺は意識されてくると思います。現在地から垂直に下落してくれば 146.5 付近っていうのが下値目処として意識されそうです。現在はこの白の切り下げラインに沿って下落してきてますよね。ずっとここのところ、このラインでのぶつかっての下落、ぶつかっての下落になってきますので、もしかするとこの白ラインぐらいまでは戻していく可能性がありますので、そこまで戻してくればそこからの再び下落っていうイメージを持っておくと良さそうです。ただし先ほども言いましたが、現在は日足のボトム付近、平行チャンネルの下限付近にありますので、比較的大きな上昇する可能性、平行チャンネル下限からもしかすると平行チャンネル上限に向かって上昇していく可能性もゼロではありませんので、どのくらいの大きな反発の上昇するか分かりませんが、その辺には注意しながら現在の下落トレンドに乗っていくのが安全です。では1時間足です。1時間足は直近上昇してダラダラと下げてきましたね。この円を描くように下げてきております。で、現在は日足のボトム付近にありますので、ここからもうちょっと下落するかもしれませんけれども、やはりその辺は注意。日足単位の反発が入ってくる可能性もあります。もちろん日足の平行チャンネルを下抜けるっていうことも考えられますので、下抜けてくれば下抜けてから考えればいいと思いますので、下抜ければその流れに乗っていってもいいとは思いますが、現在は下抜ける可能性もありますが、日足単位ではかなり安値圏に来ているっていうところは注意しながら、戻ったところを売っていくという戻り売りスタンスですね。4時間足も下落トレンド、1時間足も GMMA の向きは下向きですので下落トレンドということは、この下落トレンドの流れに乗っていくなんですが、1時間足のストキャスティクスも安値圏、4時間足も安値圏にあるということは、現在は一旦反発の上昇いつしてもおかしくないというところにありますので、まずは一旦の上昇を待ちましょう。上昇してきたところで次 GMMA の青帯付近、この過去の動きを見ていると1時間足の GMMA に接触して綺麗に下落してきてますよね。ということは一旦上昇すれば GMMA の青帯で再び反応してくると思いますので、そこからの下落の流れを見ておくのが安全です。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。毎日更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を更新しています。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。限定動画はその知識の宝庫です。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿しています。有料投稿で適切な自己投資と時間投資をすることも大切です。詳細は概要欄をご覧ください。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。